前回の動画では IMSE 法の概要をご紹介しました。この動画は IMSE 法による材料表面化の構造可視化の信頼性と費用・時間コストについて解説します。新しい測定技術を安心して利用するためには評価が不可欠です。測定結果の信頼性は最も重要な評価項目でしょう。費用や時間などのコストが結果に見合うものなのか、これも重要な評価項目です。この動画では電子顕微鏡およびカロテストによる材料表面分析と IMSE による可視化像を比較し IMSE の信頼性を評価します。さらに電子顕微鏡観察と IMSE のコストを比較し検証します。比較に利用する電子顕微鏡 FESEM の概要を説明します。電子顕微鏡は電子を試料に照射し、その反射電子や二次電子量を検出します。これを試料上で操作し、検出した電子量に比例して画素値の濃淡を決定することによりグレースケール画像が得られます。これが操作型電子顕微鏡 SEM の原理です。 FESEM は SEM と X 線分析機 EDS を組み合わせて操作位置での資料の組成を分析し、組成を顕微鏡像にマッピングして元素分布画像を得ることができます。カロテスターは薄膜の厚さを測定する装置です。カロテストでは試料表面上で金属球を一定速度で回転させ、生じる研磨痕を顕微鏡で観察します。研磨痕はリング状になることから、その直径からこの計算式で膜の厚さを測定できます。カロテストでは顕微鏡による観察から値を読み取る必要があるため、測定結果は測定者の熟練度に依存します。IMSE の可視化画像と FESEM の断面像を比較します。試料は TIN でコーティングされた市販のドリルです。こちらは IMSE の可視化画像です。赤は機械的に強い領域、青は弱い領域を示します。画像から材料表面に TIN 薄膜を確認できます。また機械的な強さで見た皮膜と機材の境界面は均一ではないこともわかります。これは薄膜と機材の密着度を示唆していると予想されます。次に FESEM の断面像を示します。これらの3枚の画像を IMSE の測定スケールに揃えて合成したものがこちらです。FESEM 像と IMSE 画像は相似であることから IMSE の信頼性は十分高いことを確認できます。さらにIMSE は SEM よりも広い範囲の断面像を得られることがわかります。次に低価格のドリルを分析します。こちらもカタログには TIN コーティングと記載されています。IMSE 画像では表面付近に TIN 膜をわずかに確認できます。FESEM 像でもごく薄い TIN 層を検出しており、IMSE の信頼性は十分高いことを確認できます。そして FESEM 像では TIN の存在は検出できますが、材料内部の機械的な強さを見ることはできません。次に5層の薄膜でコーティングされた材料について IMSE とカロテストを比較します。こちらはカロテスト画像です。赤い円は目視で判断した薄膜の境界です。こちらは IMSE 画像です。赤線はカロテストで測定した薄膜の厚さです。膜厚と IMSE 画像の各層はおおむね一致しており、IMSE の信頼性は十分高いことを確認できます。カロテストでは読み取りが難しい正膜時の血管を IMSE では機械的強さが不連続になる領域として検出できます。
最後に IMSE と FESEM で費用と時間コストを比較します。FESEM にかかる費用は1サンプルあたり約36万円、IMSE は5から10万円です。測定にかかる時間は FESEM が9時間程度に対し IMSE は2時間程度です。さらに FESEM は資料の裁断、研磨、封入などの前処理が必要ですが IMSE は必要ありません。以上より IMSE は FESEM の4分の1のコストで測定できることがわかります。この動画では固体材料表面下の断面微細構造を可視化する新しい技術 IMSE 法を評価しました。信頼性評価では FESEM およびカロテストと比較し、信頼性は十分であることを確認しました。そして、SEM よりも広い測定レンジであること、SEM やカロテストでは得られない薄膜の機械的な強さの分布を断面像として可視化できることを確認しました。コスト評価では、FESEM よりも測定コストを 75% 削減できることを示しました。加えて、IMSE は資料の前処理は原則として不要です。IMSE は硬質薄膜以外にも、塗膜、樹脂フィルム、高分子材料などの表面内部分析にも利用可能です。ご視聴ありがとうございました。